インスタ360 AS Pro 2、あの 8K 対応のカメラで潜っていきたいと思います。エンリッチの場合はですね、日本に限って言うとこんな感じでステッカーが貼ってあったり、実際にエンリッチ入りタンクを背負ってダイブしていきましょう。はい、おはようございます。ニレコムです。今日もですね、平塚パーキングエリアにやってきておりまして、朝ごはんを買ってですね、これからダイビングのツアーに行こうとしています。今日はですね、久々にテーマがありまして、ファンダイブじゃないんですよ。実はですね、エンリッチっていう、スペシャルティを取りに行こうとしておりまして、エンリッチって何かっていうと、通常のですね、混合比と違う特殊なタンクですね。特殊な空気の入っているタンクを使って潜るダイビングのやり方を習おうというものでして、窒素のですね割合を減らして酸素の割合を増やしてある、混合比の少し変えたタンクのことをエンリッチっていうふうに言ってるんですけれども、そちらをですね、使って潜ろうとしております。40% を超えない範囲で酸素濃度が 32% と 36% でしたかね。そちらを使うと、要は通常よりも長く潜ることができるというのが利点になっていますが、それ以外にですね、酸素の濃度が高くなるので、今度は酸素中毒ですねにならないようにするにはどういったことに気をつければいいのかっていう注意事項等も含めての講習になります。久々にですね、勉強が必要なやつっていうことで、教科書の事前の学習と復習問題の確認が必要なんですけれども、そちらすでに終わっております。今までって紙の教材が多かったんですけれども、今回は e ラーニングの教材になっていて、だんだんですね教材もですねオンライン化の流れにあるのかなと。そして本日のカメラですけれども、今日はですねこちら DJI Osmo Action 5 Pro を使っています。一瞬5プラスで言おうとしたんですけど、5 Pro ですね。潜るときはですね、今回ようやくですねインスタ360 AS Pro 2、あの 8K 対応のカメラで潜っていきたいと思います。前回ここの平塚パーキングエリアでファンダイブの時のお話をした時は、残念ながらですねカメラ自体本体は届いていたんですけれども、ダイビングする時に必要な外側の枠というかですね、カポッと全体にカメラを覆ってですね、水圧やその中への水の侵入を防止するものが、透明な箱みたいなやつがあるんですけれども、そちらがですね残念ながら別装となってしまって、インスタ360社からの到着を、中国からの到着を待っている状態だったんですけれども、今回はですねようやく届いたのでフル装備ということで、初めてですねインスタ360 AS Pro 2の本領発揮っていうことでですねやっていきたいと思います。今日も頑張ります。江ノ浦ダイビングポイントにやってきました。こんな感じで、エンリッチの場合はですね、日本に限って言うとこんな感じでステッカーが貼ってあったり、あとはペイントがしてあったりします。タンクの中になんか塗ったりとかしないんでしたっけ？タンクの中はコーティングみたいな。コーティングはもうされてる状態なので、僕らがコーティングは実際やっちゃいけないんですよ。買った時にも資格が必要なんですよ。潜れる深度を計算して書いておきます。実際にエンリッチ入りタンクを背負ってダイブしていきましょう。インスタ360 AS Pro 2の 8K 動画です。巨大なテトラポット。8K だと泡がきめ細かく映るんですよね。キビナゴの群れもこの精細感です。そしてこちらはアンコウを狙っています。サンゴの一種ですかね。水深13メーター。この海藻類っぽいのがなんだかわからないです。おでこのコブが特徴のコブダイ発見。
ユーモラスな形が面白くて、ついつい追いかけ回してしまいます。そのコブダイにくっついて泳ぐ小魚は、ホンソメワケベラといってお掃除役です。マイペースな魚とその仲間たち。やっと正面に向いてくれました。石をカチカチ鳴らすのは注意を引いています。さあ、安全停止中です。無事に浮上しました。日照丸、今日はボートダイビングではなかったんですけれども、これはでも釣り船だよね。ダイビングボートの場合はエントリーがしやすいようにどっかに口が開けてあるもんなんで、これは違いそうです。さっきはすごい奥の方をちょっと行って時間とかもね比べてみたかったんで奥行ったんですけど、次はちょっと手前の方で遊ぼうかなと思ってます。それでは2回目行ってみましょう。江ノ浦名物ドラえもんです。これですね、ダイビングで中央を見ながら滑らかに水平に回るのはまあまあ難しいんですよね。横方向にバレルロールしてみたら、泡が綺麗なシュール映像が撮れました。寒い。気温がですね、今12度。水温がですね、最低で15度か。気温よりは暖かいんですけど、まあ顔が寒い。冬のね、1月の海ですから、まあそりゃそうかって感じなんですけれども、今日エンリッチのタンクを初めて使ったんですけれども、なかなかですね、疲れが少なくて良かったかなっていう気がします。疲れが少ないと事前に聞いてたんですけど、やっぱりダイビングから上がってきて、こうビーチでね、陸に上がった時に一仕事終わったっていう感じに大体なるんですけれども、それがね、今回はね、なんかちょっと軽くジョギングしてきただけですけど、何かぐらいの違いがあります。全速力でこう走ってきたのと、なんかジョギングの違いみたいな、気分的にそれぐらい違いましたね。エンリッチはですね、タンクの値段が追加で2200円ですかね、かかるようで、その分ちょっとお高くなるんですけれどもね、やろうと思えば事前にエンリッチ使いたいですってこうチョイスで選ぶこともできるそうで、できるだけですね、エンリッチ使うと NDL がですね、なかなか出づらくなるというか、安全停止が必要な、限界までの残り時間ですねが延長することができるので、その分安全に潜れるということですね。あとですね、ウェイト普段6キロなんですけど、やっぱりなんか足が下がるなと思ったんで1キロ減らして5キロにしたらですね、これが非常に快適でですね、トリムといって完全にですね、中性浮力でピタッとこう止まれる姿勢のことを言うんですけど、比較的それがトリムが水平に近い形で止まれるし、いろいろこうバレルロールとかするの大好きなんですけど、仰向けになったりとかするの大好きなんですけど、それもねすごくしやすくて非常に楽しかったです。はい、ということで、以上ですかね。みんな出てきてそわそわし始めたので、これぐらいにしたいと思います。面白かったらいいね、評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ミレコムでした。